僕あれ見ましたよ。武蔵やったか黒い武蔵ですか、はいはい、77分ワンカット。そう、ワンカットなんですよ。あれなんかあの戦いっすよね、だから。そうです。吉岡一門の。で、あれほんま骨折れてたんですよね。そうです、そうです。序盤で。そうです。本当は10分だけリアルにやろうって言ってたんですけど、プロデューサーの人がね、ちょっといろんなことやっちゃって、映画がボツになったんで、俺がボツにしたくなかったんで、カメラとか機材返すギリギリの日に、もう70分以上撮れば長編になるから、撮っちゃおうよって言って1日だけでやったんですよね。すごいっすよ。で、骨、なんか、どこの骨折れたんでしょう、最初指の骨ですね。葉っぱかけすぎたんですよ、みんなに。ガチでこういう。マジでこういう。本当にカシの木刀に銀塗って刀にして、もう目ついて頭かち割って、何やってもいいから、お前ら、絶対にお前らが殺しに来なかったら、俺絶対にお前ら殺すからなって言ったら、みんなめちゃくちゃ来たんですよ。わーってして。それ言われてるし、いいかなみたいな。殺される。わーって来るじゃないですか。けど70分以上やるつもりなんで、心の中で、徐々にだよお前ら葉っぱかけただけだろもう指の骨折れました。バーキャーって骨出てた。骨出てたんですか。はい。それは食らっちゃったの？それとも刀で受けた時？刀で受けた時に、この唾が割れたんですよね。誰かのやつで。で、次の2点、だからもう本当に新品の歌詞が、俺戦ってる最中、多分3回か4回折れてますから。それだけの受けをやってたんですよ。マジで壮絶ですよ。けど、後半、本当に、もう最後の門前で、残り15分かぐらいの時に、セリフなんか一個もないのに、そうでしたね。宮本武蔵剣山って言っちゃってて、一瞬無意識に。その瞬間、もう、実は刀も握れなかったんですけど、体がふーってって、ちょっと俯瞰に見えるんです、自分が。幽体離脱っぽい。はい。で、こういう風な戦い、自分がちょっと見てて、そう疲れないんですよね、見てるから。いわゆるゾーンみたいな。それってゾーンになるんですか？ゾーンはまた別か。もしかしたら観の目かもしれないですよね。観の目？観の目。観の目って言って、観音菩薩の観に、目とかも言うんですけど、対象を、平面的に見る場合と立体的に見る場合って言って、この尺度、その見る尺度を変えるんですよ。で、それが、まずは普通にできなきゃいけなくて、意識せずに。意識せずに？はい。一番最初は意識しないとできないので、今なんでかっていうと、人間って見たいものを見るんで、その見たいところを見てしまうと平面的になってしまうんですよ。なので、それを立体的に全体を把握するように、向かい合った人を見るんですね。で、その視野がどんどん広がっていって、立体化していくので、上から見てたんじゃないかなっていうふうに推測したんですよ。それを観の目っていう。はい。敬語流というよりも、雨宮家ではそういう。じゃあ、坂口さんも観の目してたんですか？そうですね。僕は本当わからなくて。けど、その時初めてね、刀も回し始めて、練習でも、だってバンバン打ち込んでくるのを両手で受けるじゃないですか。それが片手で、刀をくるくる回し始めて、この円運動で全部弾くようになっちゃったんですよ。もうしんどいからですよね。手ももうぐっちゃぐちゃになったんですよ。握りすぎて。もう握りたくないからって刀回し始めたんです、その時から。それでバーッと。円運動で全部やって。で、そこからもう力が抜けてからスピードも上がって、488人切りを達成したという。これ見れますよね、見れますよね。Amazon プライムとかやったかな。DVD も未だに売れてますし、そろそろ上げてください。めちゃめちゃかっこいいですよね。めちゃくちゃかっこいいです。なんか武術と格闘技って憧れあるんですよ。僕も実は剣道ずっとやってて、でちっちゃい時なんですけど、やっぱりなんか来てからインドネシアの武術を習いに行ったんですよ。インドネシアって言ったら、シラットですよね。シラット。そうか、インドネシア、そう、シラットですね。そのシラットって結構呪術的な側面があって、呪術師が習ってるっていうことで。そうなんですか。はい、昔なんですよ。で、教えてもらうんですが、やっぱその先生自身もちょっと不思議な力あったりして。そうなんですね。意外にアジアの、武術と結構そういう信仰とか呪術っていうのは結構結びついてるもの多いですよね。たくさんが映画で
こう、途中から自分を俯瞰でこう見るようになったみたいな話になって、で、自分はそれを聞いて、菅の目なんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、実はそれは、雨宮家で、よく言われてることが、まあずっと言われてることがあって、だから全員が全員そうなのかどうかっていうのは別の話らしいんですが、頭を丸刈りにして、おそらく5輪とか3輪とかにして、そうすると感度が上がるって言われてるんですよ。で確かに、自分、子供の時は、まあ、坊主だったんで、確かにそういうところってこうあるんじゃないかなってのは思ってて、で、逆に髪を伸ばして、たくさんみたいなこと後ろで言うと、勘が冴えるって言われてるんですよ。そう。これで内容を見るとね。はい。そうなんですよ。で、自分もそれ本当かなと思って、で、自分の試しに伸ばしてみようって言って、今伸ばし途中なんですけど、で、ただ、もう一個あって、これは他でも言ってないんですけど、結ぶ位置を変えると、感度も上がるって言われてるんですよ。日本の甲冑ってあるじゃないですか。はいはい。鎧。兜かぶるときに、その必要だからって、髪伸ばしてたって言って、で、蒸れるといけないからって衛生的に、逆上げって言って、こう、取ってたっていうふうに習ってたんですね。でも、その話を関連に伝わってなると、それは確かにあるかもしれないけど、まあ、別のその理由で、髪を伸ばしていって、で、後ろへ行って、で、あるいはその、沿ってたんで、感度を上げるために、そうしたんじゃないかなって、勝手にこう妄想してまして。でも、繋がりますよね、そこって。いや、そうなんですよ。で、やっぱ、結ぶっていう行為は、呪いの基本なんで。あ、そうなんですね。いや、まあ、念の基本ですよね、言っても。ああ、はい。あれ、結ぶっていうのは、呪術の基本なんですよ。結びますね、結ぶ。面結白い。び方でね、あるんですね。どこの位置でかってことですね。そうです。じゃあ、こう、勘がさえる、またはなんか別の能力が。けど、ちょっと今日戦うなって言ったらちょっと上目に結ぶんですよ、癖で。あ、それなんかあります。そうなんです。実は、そうなんですよ。全然有名で、上目で、触ってもいいですか？はい。ここで結ぶんですよ。いつもここら辺で結んでますわ。ああ、そうです。だから、その要は、下で結ぶんじゃなくて、通常はここら辺で結ぶんですけど、ちょっと上目なんですよ。ここら辺で結ぶと。そんなところ？はい。ここら辺？そうです。もうちょっと。ここら辺です、ここら辺です。それどうなるんですか？どうなんですか？が、勘がさえると感度が上がって、両方とも上がるっていう。今ちょっと結んでみたらどうですか？ちょっと勘がさえる感じ。先生の髪をここだよって教えて結んであげて、そしたら感じるかもしれないですよね。ほんま感度薄いですから。だからこれだけね、モテるわけですよね。すごいですよね、だってもう。モテないですよ、普通。僕らはもうちょっとやばいですもん。本当にそして僕が感じた人形は、この隣の人形でしたね。笑顔のやつ。あ、そっちか。俺がビジョンで見えた。やっぱそうなんですか。なんかあったんですか、さっき。ちょっとタクチャンネルの方で、なるほど。先生にね、笑顔の人形が見えるんですっつって、ちょっと洋風な、すごい笑ってるんですって言って、先生が持ってこられた違う人形だったんですけど、ちゃんと茶を濁してもしょうがないなと、自分のチャンネルだったら、その隣の人形でした。いや、なんていうかな、僕からしたら、これぶっちゃけな話なんですけど、タクちゃんが、チャーミー持ってこいって言ってるなって感じなんですよ。まあ一番僕の中では有名な人ビジネス。ちょっと下ろします、2人。だから、こっち持ってきたんですけど、だってこっちなんか、出してないですよ、画面、テレビに。メディアに。そっちがなんか見えたんですよね。結構タイで、最近持って帰ってきたもんですよね。ちょっとじゃあそれはタコチャンネルの方で見てもらいましょうか。視聴者飛んでもらって。本当はね、この人形だったんで。何があったかっていうのは。すげえな。マジで見えたんですか？はい、この人形、すごい笑顔だなっていう。言ってましたよね。でこれは本当、こっちは、勝手に魂が入り込んだんですけど、こっちはタイで10年前にものすごい流行ったルクテープ人形っていうもので、呪術師が本当に魂を入れるんですよ。そういうものが流行ったんですけど、今は全く廃れてて、でも僕好きで、ちょっと今回のタイの旅で、信頼できる呪術師にしっかり魂入れてもらったと思うんですよ。あ、そうなんですか。だからここに、うわ、なんか、うわ、すごいですね。まあこれヤンっていう呪文なんですよ。で、これが、
この人形がちょっと特徴があるのが、はい。子供の魂だけじゃなくて、お母さんの魂も入ってて、へー二人が入ってる。間違えました。すいません。はい。それです。すごいっすね。それ本当になんか、ビビッときたんですよね。でも二人が、まあ、今まで、坂口さんのやつもびっくりしたんですけど、雨宮さん、市松人形がまだあるでしょって、タップチャンネルの方で言ってて、そんなんほんまに見せてないですからね。あ、本当ですか？市松人形がいっぱいあるっていうのは、何も言ってないんで、ああれちょっと不思議な感覚でした。自分も不思議な感覚でした。入ってきた時に、もう一番最初に目がつく。そうそうそう、目ありましたよね。普通に霊感持ってるなって感じですよ。霊感かどうかわかんないですけど、やっぱ感があると、なんとなく、見えるとかじゃないんですよね。感じてるって感じなんですよね。大地谷さんって言って映画監督の人、はい。北門ゲートっていうね、UFO の映画を撮られた人なんですけど、はいその人と話してた時に、なんかインドネシアにね、残留日本兵を取材しに行ったことがあったんですよ。はい。太平洋戦争で、バリ島から引き上げの時に帰らんかった日本兵がいるんですよ。はい。で、その人らが後々、オランダが、日本が撤退するんで、オランダが入ってきて、植民地にするんですけど、独立運動するんですよ、インドネシアが。で、まあ、その政府軍と反乱軍で戦って、最後勝ち取るんですよ。インドネシア。その独立にすごい、関わった人らが日本兵で、その技術を伝えたらしいんですよ。はい。その戦闘のやり方とか。で、今は軍神とかで祀られてたんですよ。で、その時に日本兵の人が、困ったのが、戦闘の術は教えたけども、やっぱりみんな逃げるらしいんですよ。あ、襲ってきたから。怖いからですね。インドネシアの人らは。はい。なんか日本兵みたいに、もう命ガーっていかないらしくて、前線のやつがブワーって逃げるんですよ、とりあえず。これどうしようってなった時に、シャーマンのとこに訪ねたらしいんですよ。じゃあ、不死身の術があるっていう。それを、どんな術やってやってもらったことがあって、土の中に埋められて、はい。顔だけ出して、はい3日間何も食べないうん。とか、まずなんか何も食べさせないんですよ。でそういう術というか修行っぽいことを半月ぐらいやったのかな。半月1ヶ月ぐらいやらされて、その日本兵の人が。で、それをまた、インドネシアの人らにも伝えたっていうのがあって、でそこから不死身になったっていう感覚は全くないらしいんですよ。これでお前は不死身になったって。はい。感覚はないんですけど、どこに敵がいるとかが全部わかるようになったんですよ。へだからあそこに隠れてるとか、で、今、こっから逃げな、ここにミサイル落ちるとか、うん。ー。へなんかその予言めいたこともわかるようになって、結果的に不死身なんですよ。だからその舞台が、不死身の舞台って言われて、全然負けんかったらしいんですよ。ー。でもそれ、うちでも言われてることが実はあってですね。で、これは、確か、純度高いんじゃっていう、菊野先生とかと。やってますね。えシステマの北川先生っていう方がいて、そうです。痛くないです。はい。で、その方が、おそらく企画したものなんですけど、一番最初の回で、確か言ってたと思うんですけど、そういうその肝って、お腹が減ってる状態だと結構冴えるんですよね。冴えるって言われてるんですよ、うちの家系でも。なので、常に緊迫した状況だと、お腹を減らしとく。満腹まで食べないんですよ。はいはい。やっぱりある程度減らした方が感覚が研ぎ澄まされる。はい。って言われてます。実際に、戦場でも、はスナイパーの方ってあんまり食わないんですよ。あ、そうなんですで、か。あと、標的待ってる時とかもあるじゃないですか。あー食べるとトイレ行きたくなるから、はいはいで空腹の状態で待つ。釣り的な意味もある。スナイパーの人もやっぱ何キロ先撃つってなると、もちろん撃ってから相手の、例えば、脳にね、到達するように撃っても、基本的にもちろん距離ありますけど、4秒から5秒か遠くから撃つ時もあるじゃないですか。けど5秒って未来ですからね。確かに。
そこにずーっとこうじっとしてるわけじゃなくて、本当に不思議にその人が立った瞬間に当たるようになるとか、それをすら見えてるわけですからね、スナイパーって。なるほど。一流のスナイパーは。だから映画はある嘘ですからね。こうやってスコープにビッバーンじゃないですよ。ここにいるんだな。じゃあこいつ5秒が経つな。上に上げてパーンですからね。そうすると要は見えてるわけじゃないですか。ってことはスナイパーはもう腹すかせてるわけの人多いですからね、一流は。あ、そうなんですね。だからちょっと術っぽい、近代兵器のを使うスナイパーですら術が入ってるっていうか、未来を見る術っていうかね。ちょっとだけ、もうこれ本当失礼というか、どこでもやってもらってると思うんですけど、なんかちょっとだけ教えてほしいですよ。ここで握手して、技だけ見せますね。いや、もうダメだ。皆さん、星がゆくチャンネル登録お願いします。お願いします。